皆さん、こんにちは。ヤブ基礎デッサン講座の藪下です。今回は基礎デッサン中級編2回目の靴の後編をお届けします。形、比例、材質感、固有色、立体感などに注意してデッサンを進めます。特に今回のモチーフはとても濃い色味をしていますから、この靴の固有色をしっかり表現してみたいと思います。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。靴の足を入れる開口部分、甲の部分、指の部分の3つの形の構成や、靴と靴紐の光に対する面の向きを常に意識してデッサンをします。それでは始めましょう。奥の飾り紐も暗い色味を中心に描いておきます。靴の長手方向の線と水平方向の線を多用して接地面の影の濃さを中心に台紙状の影を描いています。影も同じ濃さであれば手前から奥に行くに従って弱く描くことで前後の距離感を表現します。靴全体の明暗のメリハリを見るために練りゴムで明るい部分を明るくしています。靴底のくぼみも靴の形の重要な一つの要素です。この部分は平面ですから直線を入れておきます。金属金具の明るい部分を練りゴムで白く抜いて金属らしさを出しておきます。靴紐はねじれた四角柱と考えて、光の方向とねじれた面の向きを考えて明暗を確認します。また、靴紐の下にできる濃い影も全体を引き締めるアクセントになりますから同時に描いていきます。革の重なりによる陰影や靴紐の影の強弱を描くことで小さな形の重なりや隙間の空間を表現します。この部分も靴紐同様に影側の両線付近が暗くて下に行くほど明るくなります。明暗の出来方は立方体の影側の面の明暗と同じです。奥側の形の明暗は手前との距離を考えて少し弱く描いておきます。手前は強く濃く、奥に行くほど弱く薄くを忘れないようにします。この部分の靴紐も手前との距離を考えて少し弱く描きます。この小さな立ち上がりの面はとても暗いですから、しっかり描いて手前と奥の空間表現に役立てます。この部分は上向きの面でかなり明るく光沢もありますから少し描きにくいですが、形に沿う方向の線を使って色味の濃い部分と比較しながら色味を検討します。影の起伏で革のシワの形も表現できます。小さな部分ですがよく観察します。
開口部分は全体的に暗く奥まったところにありますから鈍い発色に抑えています。また暗いながらも面の向きによる明暗の違いや形の起伏による明暗変化も観察します。この部分は回り込む曲面ですから反射光で少し明るくなります。また手前の小さな立ち上がりの暗さや暗い帯に戻ってきました。この部分が一番手前にありますから少し先んじて描くことでデッサン全体を引っ張っていきます。この部分は前向きの面、右向きの側面、上向きの面の3面がぶつかる部分ですから特に面の向きによる色味の変化を意識します。手前の靴紐の暗い面や影の色味は奥の靴紐より強く描き前後の距離を表現します。靴紐の明暗も面のねじれの変化によって徐々に変化しますから光と面の向きを考えて一本上司にならないように気をつけます。靴に落ちる靴紐の影を描くことで靴と靴紐の間の小さな空間を表現しますから見落とさないように観察します。また靴と靴紐が接する部分は濃い影ができ靴紐を離れていくに従って影は弱く薄くなります。靴紐の形に沿った断面方向の小さな直線も入れています。小さなタッチですが、靴紐の形としての強さを表すのに必要です。
この飾り紐も大きな明暗から浮き出ないように表現します。この部分は奥まったところにある上に向こうに回り込む局面でもありますから、手前の強さと比べて弱くなるように書いておきます。暗い帯に対して靴底が弱くなってきたので強めています。デッサンはある部分が強くなるとその他の部分が弱く見えてきます。前後の距離感や形の強さ、色味の濃さなどを考えながら、できるだけ全体が同じ完成度になるように進めます。今度は台紙状の影を接地面の影の濃さを中心に強めています。この影の薄い色味でつま先と台紙との間の空間を表現します。縫い目の白い糸を描くために糸のある部分を線状に白く抜いていきます。かなり黒く描いていますからなかなか白くは抜けませんが、練りゴムや消しゴムを何回も使って白く抜いていきます。縫い目を描いていきますが、大体の数を数えて不自然にならないように割り付けていきます。一つ一つの縫い目を白く描き残すようにして描いていきます。縫い目の膨らんでいる向きも観察します。ちょっと面倒くさそうな書き込みですが、靴らしさを表現する大きな特徴ですから、ないがしろにはできません。またこの縫い目を描くことで一気に靴らしさが表現され、デッサンが完成に近づいた感じがします。
台紙状の影にも靴の形が反映されていますから、よく観察して描いていきます。鈍い暗さですから、刷筆を使って発色を抑えておきます。また手前に戻ってきて書き込みを強めていきます。暗い帯を中心に小さな色味の変化や細かなシワによる変化も書いておきます。ここでまた明るい部分を練りゴムで明るくしています。一度明るくしてもデッサンが進むうちに鉛筆がかかって暗くなりすぎた部分は明るく復活させます。練りゴムの先を尖らせたり平たくしたり自由に形を変形させて、また画用紙に押し付けたりさするように使ったり、明るくする部分の形や程度に応じて使い分けます。ここから8倍速表示になります。鉛筆の動かし方や練りゴムの使い方は今までと同じです。全体を同じ完成度で書き進めるために、あちらを書いたりこちらを書いたりしています。デッサンが完成に向かうにつれ、小さな形や形の凹凸を書いていきますが、小さな部分も光に対する面の向きの違いによる明暗変化を常に意識してデッサンを進めます。またいつもお話しするように、デッサンは細部を描くことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を描くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつデッサンを進めますが、細部の明暗も大きな面の明暗の中に収まるように描いていきます。縫い目によって皮が抑えられることでできる微妙な膨らみによる明暗変化も見えているところは描いていきます。皮の材質感は光の跳ね返し方で表現できますから、練りゴムで明るくしたりまた書き加えたりしながら調整をしています。動画ではずっと描き続けているように見えますが、時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いてモチーフとデッサンをゆっくり見比べます。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして描くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する描くのサイクルを常に繰り返します。また手前に戻ってきて書き込んでいます。手前の強さを基準にデッサン全体を書いていきますから、
固有色や手前と奥の距離感の表現のためにどんどん書き込みを進めます。この部分は接地面の影と同じでかなり暗い色味ですから、この部分を強めて全体の固有色をもう一段暗く描いていきます。暗い帯を中心にもう一段色味を強めています。固有色は手前にある強い色味や暗い影をしっかり描くことで表現できます。手前と奥の距離感を表現するために、奥まった部分の色味や暗い陰影は実際に見えているよりは弱く描きますから、この手前にある強い色味の表現は固有色の表現に直接つながります。全体を見ながら微調整を続け完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？今回の靴のモチーフはこの講座の今までのデッサンの中で一番複雑なモチーフでした。多くの学生のデッサン指導した経験から言うと、
自分のお気に入りの靴をモチーフにすれば、思いのほか良いデッサンが描けるような気がします。皆さんもぜひ靴のデッサンをしてみてください。それでは今回の要点をまとめます。1、固有色を表現する。今回のような色の濃いモチーフの場合、奥まったところもかなり濃い色味に見えますが、見えている通りに描くと前後の距離感や全体の空間が表現しづらくなりますから、手前にある強い色味や暗い影をしっかり描くことで全体の固有色を表現します。2、細部を描いてそれらしさを表現する。全体と同時に特徴的な細部を描くことで靴らしさを表現します。3、材質感は光の跳ね返し方で表現する。暗い帯から明るい側のモチーフ特有の光の反射をしっかり描写することで質感を表現します。4、常に光と面の向きによる明暗を意識する。大きな面と同じように細部の小さな面の凹凸も光に対する面の向きを意識して明暗を検討します。5、全体と細部の関係を意識する。デッサンは細部を描くことで全体の不備が見えてきたり、また全体を描くことで細部の描写の不足が見えてきたりしますから、いつも全体の中の細部であり、細部の集合としての全体であると考えます。はい、皆さんお疲れ様でした。今回の説明は以上です。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、ごきげんよう。